はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのアブザンミッドランプを紹介したいと思います。新環境になってからいろんな大会でこうした形のアブザンがたびたび結果を残しているので、自分が回しやすい形で作ってみました。このデッキ最大のメリットは、緊急の剣士をメインから無理なく採用できる点で、群れの渡りを経由することによって、大抵2枚以上のパーマネントを割ることができますね。特に今の環境においては、強力なエンチャントやアーティファクトが多いので、現環境においては評価がかなり上がっている1枚になっています。また、ミッドレンジ相手にはやはり死人に口なしが強く、緊急の剣士と同じく無理なく情報収集を行うことができますね。環境的に一時的封鎖とベーザが強く、ゴルガリベースだと採用するのが結構大変なのですが、群れの渡りや山積みの収穫を使っている都合上、大抵4ターン目には出せる構成になっています。基本的にはミッドレンジとランプの中間のようなデッキで、ゴルガリミッドやトークンコントロールに対して有利を取っていけるデッキになっています。メインは対ミッドレンジ用に調整していますが、メタの変化によって対アグロに寄せたりするのもいいかなと思います。回してみた感じ、正直今のメタであれば、ドメインランプよりもアブザンの方がメタになっているかなという感じはしますね。はい。ということで、しっかりと BO3 ランクまで勝てる構築にしていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら後手。これは序盤全く動けないので、マリガンしていきましょう。はい。こっちの方が、全然いいハンドですね。一番重たいカードを、ボトムに送っていきましょう。さあ、相手はゴルガリですかね。さあ、情報ランドから、4マナ目は確定させたいということで、トップに置いていくと。さあ、相手はコウモリ。切り崩しを抜くのか、もしくはグリッサーを抜くのか、という感じですかね。さあ、ここは、一旦切り崩しを抜いていくと。さあ、もう一回情報から。白マナ、ダブシン確定させておきますか。対ゴルガリは、一時的封鎖は刺さったり刺さらなかったりっていう感じではあるんですが。さあ、コウモリ殴って、相手が、ベリアナなんかを持っているとちょっとめんどくさい展開にはなっていきそうですが、説教者、相手が、除去とか、リリアナがあると、後手ということもあって、結構ね、しんどい展開にはなりそうですね。さあ、もう一回コウモリ。これはどっち抜くかな。この状況であれば封鎖で、コウモリ2体抜くことができるんですが、さあ、ここは一時的封鎖を抜いていくと。ただこれで、調査員で、次のターンのアクションが確定しますね。ここはタップイン。そして、一時的封鎖をもう1枚引いていくと。悪くはない、展開ではありますね。完全にゴルガリミッドミラーのような、序盤にはなっていますが、ただこちらの方が重たいね、マナ域が多く入っているということで、試合が長引けばこちらの方が有利になっていきますね。さあ、相手ここ、脅迫を追ってくる。ドローに変えていくんで、こっちの方がアドですね。さて、ということで、重宝してからドローしていきますか。島。ただ島はね、デッキに1枚しか入っていないので、これはもらっておかないと、アトラクサが出せなくなりますね。アトラクサ用に、切削系のカードが入ってるデッキ相手だと、もう1枚ぐらい青マナを用意しておくと安心かもしれないですね。さあ、グリッサは、相手の説教者用に立てていきましょう。とりあえず、飛行だけでアタック。さあ、毎ターン2点ドレインされている状況ではありますが、ただこの手がかり分のドローがあるということで、ややこちらの方が有利ではないかなと。いいですね。喉首を引いていく。そして調査員。これは先に調査員ですね。6マナあるんで、相手の反動を枯らしてから、喉首も構えていきましょう。さあ、土地を捨てたことによって、さらに手がかりトークンが2つ出ていく。
まあだいぶこちらの方が、有利な状況ですね。おそらくゴルガリア池だと何を引かれたとしても基本的にはこちらが有利かなと。まあアクロザズぐらいですかね。アクロザズはまあ追放しないといけないため。さあここグリッサーを除去ってくる。まあ一旦これは説教者除去りますか。ドローをね進められるのが嫌ということで。さあ説教者を除去って、まあ2点ドレインはされていきますが、ベーザ。まあベーザは基本的には、対アグロ用のカードということで、対ミッドレンジはね、そんなに強くはないんですが、まあただ一応4点ゲインはしていくことができますね。で、一応この4号っていうサイズもね、対ゴルガリは偉くて、相手のミシュラランドがしっかりとね、止まっていくサイズになっていますね。さあ、8点削って残り12点。からの2点ドレイン。まあ、ただこちらの方が、まあ、盤面的にはだいぶ有利ではあるかなと。さあ、切り崩しを引いてくる。お、緊急の剣士いいですね。まあ、緊急の剣士は、対ゴルガリでもね、エンチャントとかプレインズウォーカー入っているので、しっかりと働いてくれますね。さあ、ここはもう相打ちでミシュラランドを使っていく。さあ、残り10点まで。ここドローしていきましょう。山積みの収穫は、もう出していいですね。このターン別に、緊急の剣士を構える必要はないということで。さあ、デッキの土地を圧縮していきましょう。まあ、特にこういう長引いた試合に関しては、デッキを圧縮するのは、割とね、有効ではありますね。さあ、相手、噴水口を引いている。さあ、ここは収穫を起動していきましょう。そろそろ、まあ、アトラクサとか、プレンズウォーカーとか引けるといいですが、まあ、胸の渡りも全然いいですね。おそらくゴルガリはそのメインには全体除去は入っていないので、胸の渡りで、一気に圧をかけていきましょう。さあ、ジャンプしてきますが、残り7点。からの33が4体と。まあ、胸の渡りの代わりに、アルマジロをね、入れてる人もいるんですけど、まあ、4色でもね、基本的には胸の渡りの方が強い気はしますね。さあ、ここで投了と。さあ、サイドボーディングしていきましょう。まあ、相手はおそらく一般的なゴルガリデッキということで、まあ、封鎖は抜いてもいいかなと。まあ、刺さる場面では刺さるんですけど、まあ、かなり限定的ということで、で、代わりに、脅迫を入れていくと。まあ、エンチャントに関しては、緊急の剣士とか、火ダゼでもね、割ることができるということで、まあ、あとは、死人に口なし、入れますか。まあ、火ダゼ1枚でもいいかな。リッチャ3枚ですね。さあ、1本目勝って2試合目。土地だらけで、チョウホランドは1枚だけ。まあ、後手のドロー分とチョウホランドを合わせて、ギリギリ、キープでいいかなと。まあ、ただここら辺からは、あんまりね、土地は引きたくはないですね。まあ、有効杯ということでトップに置いていきましょう。さあ、まあ、ただコウモリから来られると結構しんどいハンドではありますね。さあ、ここはコケモリ、泥からスタート。なるほど。まあ、一旦、覗くビアを構えていくと。まあ、特にこの死人に口なしは、対ゴルガリでね、かなり強力なカードですね。アクローザズも追放できますし、コケモリもね、追放することができると。さあ、ここチョウホーランド置いていきましょう。アトラクサトップでもいいですね。もう6マナまで見えてて、あと1枚引いたらね、アトラクサまで繋がるということで、まあ割と、このプランは見えているハンドではあるかなと。相手が次のターン、なんだろう、クリーチャー出してこなかったら、のど首からの、火ダゼでも全然いいですね。さあ、殴ってきて17。クリーチャーを出してきてほしいですが、説教者。これはまあ説教者の方に除去を打っていきましょう。で、調査員ですね。
さあ、調査員からのワンディスカード。お、なるほど。ブラスカを捨ててくる。まあ、次のターンおそらくブラスカ出せるんですけど、捨ててくるということは、まあ、ダブってる可能性とかはありますね。まあ、土地が止まってる可能性もありますが。さあ、ここは、脅迫。まあ、これで死人に口なしは抜かれてはいくんですが、まあ、ただ調査員がいるため、アドを取ってるのは、こちらと。調査員はね、ほんと、いいカードですよね。からのグリッサ。なるほど。グリッサはちょっとめんどくさいですね。一旦ドローを見ますか。除去引けたら、もう除去打っていきたい感じではあるかなと。はい、のど首、いいですね。まあ一旦これは、除去ってから殴っていきましょう。さて。まあ序盤はね、基本的には、相手と、まあほぼ同じ動きですね。ただ中盤以降は、まあこっちの方が、ビッグアクションを連打していくことができると。さあ相手5マナ到達しましたが、まあブラスカを捨ててきた、ことを考えると、まあ手札に2枚目のブラスカがある可能性は割と高そうですね。まあアトラクサは基本的には、除去られるものとして考えていった方がいいかなと。さあ、ただここ、のど首使ってくる。なるほど。メインでのど首使ってきたのは、結構、興味深いですね。さあ、島を引いてくる。一旦ドローしてみますか。さあ、これで次のターンアトラクサ確定ではありますが、ちょっとこのターン弱いですね。このターン何もアクションしないっていうのはかなり弱いんで、まあ、ひだ勢出しますか。まあ、アトラクサからおそらく、置物破壊系は何かしらね、拾えると思うんで、さあ、一旦4点ゲインしていきましょう。さらに脅迫。さっきからあれですね。スペル1枚しかないんですが、脅迫がしっかり当たっていってますね。さあ、ただ、このアトラクサを回避することはできなさそうかなと。さあ、殴ってくる。まあ、スルーで OK でしょう。代理面に停止の才能。はい。さあ、ということで、とりあえずアトラクサ出していきましょう。まあ、おそらくこれはね、即除去られるとは思うんですけど、はい、緊急の剣士いいですね。で、略奪もあって、2枚目のアトラクサもあると。あとは、まあ、沼でいいか。まあ、基本的に、ゴルガリはね、その、ランプに弱いんですけど、ランプ要素もある、このアブザンミッドはこんな感じで、まあ、一気にね、試合終盤に、動作をつけていくことができますね。さあ、ブラスカ出てくるんですが、まあ、アトラクサは対処することはできますが、緊急の剣士で、すべて破壊していくことができますね。さあ、残り8点まで。まあ、ただ、情報収集分のコストもかかるということで、まあ、殴って落とせるんだったら殴って、落としていきましょう。さあ、ここはアトラクサ出すかどうか悩ましいですね。略奪から行って、緊急の剣士構えでもいいですが、まあ、略奪から行きますかね。さあ、一旦唱えていく。はい、強いですね。何が一番いいかな。相手ハンド1枚だけなんで、正直調査員もありですね。手札にアトラクサがあるということで、まあこのターンにその無理にパワーカードをね、取る必要はないんで、相手の反動からしていきますか。で、ここ情報ランドでいいですね。はい。平地は墓地に落としていく。からの調査員。さあ、これで相手反応が枯れていく。まあ、かなりね、こちらが有利な状況ですね。さあ、ミシェラランド起動。まあ、ダメージを入れていきたいという感じではありますが、さあ、ミシェラランドが55になって殴ってくる。
まあ、コケモリは落としていきましょう。トランプルがあるので6点通って残り2点まで。まあ、残り2なので、ドレッドで倒されないようにしていく必要はありますね。さあ、手がかりをサクっていく。はい。まあ、原因手段は、かなり豊富ということで、まあ、このターンは、ミスランドで殴るか、収穫を出していく必要があるので、まあ、収穫を出しながら、プラスで、緊急の剣士を構えていきましょう。まあ、アトラクサは、次のターンで OK かなと。さあ、ということで、ここは、そのままターンを足していく。まあ、緊急の剣士さえ構えていれば、基本的には何が来ても大丈夫な、気はしますね。さあ、ポケモリで、まずはドロー。うん。まあ、なんだかんだ相手のライフも残り9点ですね。さあ、ここは、はい、略奪を計画ですね。ということで、まあ、剣士も使いますか。相手のトークンと、まあ、停止の才能を壊していくと。さらに収穫を探って3点ゲインしながら土地を圧縮。まあ、ここまで来ると、さすがに、ゴルガリ相手は、まくられない気はしますね。さあ、アトラクサ3枚目。はい、ケアもいいですね。まあ一応全部もらっておきましょう。からの、まあグリッサも出していくと。さあ3点通って残り6点からの、はい、胸のあたりはトップに置いていくと。うん。まあ、相手が死ににくしなすとか入れてきてても大丈夫な盤面ですね。仮に死ににくしなしあったとしても、ミスララウンドで殴って、キーヤで3点ドレインですね。さあ、何を持ってきたか。まあ、デッキ13枚見てるんで、はい。まあ、除去は必須ですね。ただ、1枚の除去では追いつくことはできないと。ここで投了。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。後手で、初動3ターン目になりそうなハンドですね。情報ランドが一応2枚あるんで、まあ、キープしてもいい気はしますが、まあ、ただ、重宝で何も見つからなかった場合は、結構ね、しんどい展開になっていきますね。はい。しかも相手先手のボロス招集ですね、これは。さあ、情報ランドで、除去はもらいますか。まあ、一時的封鎖が引けるのが一番いいんですが、まあ、封鎖メイン2枚だけということで、引く確率はまあそこまで高くはないですね。さあ、相手管理人から能力を起動していく。まあ、イーオスとかのことも考えると、管理人はもう、こっちのメインで除去った方がいいかなと。さて、ここからは、まあ、こっちが間に合うかどうかですね。一応、火出せもあるということで、はい、福音社。福音社からの場合は、次のターン、イモデーン来られると相当きついですね。あとはここから、まあ、全体除去を引いてこないと、さすがにきついかな。次のターン。封鎖か、死ににくつなしですね。さあ、このターン、イモデーンがあるのかどうか。これはなさそう。とりあえずこのターンはイモデンはなさそうですね。さあ、スクライをボトム。4点入っていく。さあ、ただ一旦これ伸びてるだけなんで、全除去をどうにか引いていきたいですが、封鎖引いてくる。まあ、福音者残るんですが、さすがに打たざるを得ないですね。さあ、封鎖で一旦小粒クリーチャーを除去って、まあ、ただ次のターン、これもう7マナあるんで、アトラクサとか、はい、群れの渡りを引けると、相手も止まっていきますね。
さあ、このターン、7点入ってからの3点ゲインですね。さあ、まあもう起動していきましょう。まあただ次のターンのドローはかなり大事ですね。さあ、残り11点まで。悪くはないですね。相手確定除去がないとね、除去ることができないんで、とりあえず、重宝しますか。はい。まあ、アクロスをずらしていきましょう。まあ、ボロス少子はそんなに確定除去、まあ、数はね、多くないんで、アクロゾズが生き残ってくれると、まあ、だいぶでかいですが、ただ触っている。除去を持っていそうな感じですね、これ。はい。持っている。なるほど。さあ、ここ。さらにイモデン。これは死んでる？死んでそう。ぴったり11点ですね。まあ、これはしょうがない。2戦目いきましょう。まあ、対アグロ用のカードを全部入れていくと。で、あとは、まあ、でかい、プレンズウォーカーとか抜いて、で、まあ、ベーザを入れた分で、調査員を抜いていくと。で、まあ、このマッチアップは、緊急の検証は抜いて OK ですね。さあ、1歩目負けて2試合目。白マナないですが、まあ、回せるハンドではありますね。まあ、どこかしらで、白い長砲ランドを引いていきたい感じではありますが、レーザも欲しいですが、たださすがに墓地かな。現状欲しいのは、まあ白い土地ですね。さあ相手は、ひよっこからスタートしていく。まあ一旦群れの渡り構えですね。群れの渡りから、とりあえず、平地を引いていきたいかなと。さあ相手はミレックスからの山。これ相手平地がない可能性は全然ありますね。さあ、このターン、いいオスはなし。これね、まあ3ターン目に封鎖が打てると、まあ最高だったんですが、とりあえず4ターン目を目指していきましょう。口なし引いてくる。それはそれで、OK なんですが、まあとりあえず、喉首を構えてターンを渡していきましょう。まあただこのターンの、イモデーンとかは、結構痛いですね。まあ、3ターン目にね、やっぱり、封鎖を打てるかどうかで、だいぶね、変わってくるということで、相手、溶鉱炉。まあ、除去は打たなくてもいいかな。次のターン、火ダゼから入っていきましょう。さあ、残り17点まで。からのタップインランド。なるほど。まあ、何もないんだったら、さっきのターンね、タップイン処理してなかったんですが、これ悩ましいですね。このターンにブロッカーを出しながら、ヨコールを割るのか、タップインを処理するのか。まあ、ブロッカープランでいきますか。相手が問答9号とか持ってなければね、まあブロッカーを出すのも偉いということで、まあこの状態であれば、イモデンは全然 OK。さあ、魂の洞窟から管理人、からのイモデン。まあ、全然 OK ではあるけど、だいぶ痛い。2、4、6、8、11点ですね。次のターン、アンタップインはなし。いや、3ターン目ですね。3ターン目にタップインランドを処理するかどうか結構悩ましかったですが、まあ、ただ次のターンさえ生き残れれば、まあ逆転は全然可能ですね。さあ、
もう一回イモデーンだと死んでますね。イモデーンぐらいかな。モンド9個は OK で、はい、イモデーンない。これは耐えたかな。イモデーン除去って、で、封鎖でもいいですし、ベータでも OK。4点は、まあ、食らっていきましょう。さあ、残り2点まで。まあ、ベーザー、封鎖あるんで、なんとかなってはいそう。このターンどうするかですね。まあ、イモデーントップ引きとか、あと、毅然たる援軍とかのことを考えると、どっちがいいんだろうね。ベーザだと、4体ブロックできて、除去は打てない。封鎖からの、のど首構えは丸そうではある。うん。まあ、そっちでいきますかね。で、次のターンにベーザかな。うん。さあ、一旦、小粒クリーチャーは全部、追放していくと。はい。援軍はなし。ミレックスからトークンは出てきますが、さらに魂の洞窟。解体。なるほど。これで、はい。まあまあまあ、トップイモデンはとりあえずないと。うん。さあ、ということで、とりあえずベーザは出していきましょう。まあ、ベーザからののど首構えですね。うん。ここまで来ると耐えたかな、さすがに。いや、収穫出すか。うん。ブロッカー4体いるんで、ミレックス起動からの、まあ、トップイモデーンも大丈夫で、うん。まあ、とりあえず、このままターンを渡していくと。まあ、あとは、アトラクサ待ちですね。アトラクサか、群れの渡り。はい。さあ、5番カーン。5番カーンはまあ、ここまで来るとね、まあ全然大丈夫ですね。さあ、ただ何も引かず。これミスラランド殴るまでありますね。殴って、もう減引していくか。うん。殴りながら、のど首を構えることもできるんで。さあ、ミスラランド、アタック。で、まあ一応収穫分の、3点ゲインも合わせて、6点ゲインしていくことができますね。まあ、一旦、耐えさえすれば、こんな感じでどんどんとね、ライフゲインはしていくことができるんで、うん。まあまあ、なんとか、耐えという感じですね。さあ、ライフ9点まで回復していく。まあ、さらに除去を構えながら3点ゲインも控えていると。うん。まあ、ここまで来ると、おそらく大丈夫な気はしますね。ということで、このターンもミスラランドで殴っていきましょう。まあ、さすがにですね。さあ、3問目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。除去がないハンドはちょっとさすがに即死しそうですね。いやー、マリガンするか。はい。除去なしですが、ダブマリよりはキープかな。一応、群れの渡りと収穫で、6点ゲインまでは見えているハンドですね。いや、これどっちか悩ましいな。うん。で、これ3ゲーム目は、こっちがね、後手ということで、まあ、ただ相手も、ダブ回りですね。ただ、ボロスのダブ回りはね、全然、分回りもあるんで、さあ、どんな回りをしてくるのか。一旦
旦ね、弱めではありますね。この展開だと、切り崩しは今打たなくて OK ですね。相手の動きを見てから打っていきましょう。さあ、福音者。うん。これは福音者に打ちますかね。まあ、管理人で、スクライはされるんですけど、まあ、福音者はね、さすがに残ったら、福音者イモデーンが、とんでもない打点を叩き出すので、さあ、スクライは、ボトム。うん。除去、このターンは収穫行きたいですね。平地を持ってきましょう、とりあえず。さあ、これで、まあ、5マナは確定してて、で、喉首も打っていけると。まあ、悪くはないんじゃないかなと。さあ、ただ相手、イーオス。からの、ピクシーと平和の番人。なるほど。平和の番人、これ嫌ですね。はい。イーオス、使い回しプラン。これでもう完全にダブマリ分は大丈夫だと。うん。先にこれは戦乙女ですかね。相手次のターン、まあ、クリーチャー並べながら、問答9号とかは無理なので、先に出しておきたいですね。うん。さすがに収穫起動からのっていうのは、まあ悠長すぎるかなと。まあどっちにしろそのアトラクサは多分平野の番人で抜かれるんで。はい。さあ平野の番人。まあ、アトラクサでしょう。まあただ胸のあたり、7マナキャストプランも全然ある盤面ではありますね。さあ相手2回目のイーオス。まあこれがあるんで、まあボロス調整は、ダブマニとかはね、あんまり、そこまで影響はないんですよね。さあこれで、すでに4枚、アドを取っている状態。からの次のターン、イモデーンが確定。なるほど。これは、きついね。いや、これがダブマリの盤面ですよ。さらに管理人を起動。トップ。これは耐えてるのか。次のターン、イモデーン出てきて、2台ブロックで1体除去出て、耐えてはいるね。いや、全然耐えてはいる。戦乙女が除けられなければ、まあ5点ゲインできるんで、うん。まあさすがに24点は削られないはず。はい、クリーチャー増えます。からの、まあイモデーンで殴ってくるのかどうかですね、これは。さあ、出してくる。ということは、まあフルパンしてくるのかなと。さあ、全体強化されて、速攻付与がついて、フルパン。うん。戦乙女で、とりあえず管理人かな。管理人ブロックして、で、万人ブロック。4、7、12、14、15、16、17、18。はい。まあ、5点ゲイン分もあるんで、大丈夫ですね。で、さらに、喉首も打っていきましょう。さあ、イーオスは、喉首で除去っていく。これで、23になってからの、はい、7点まで。ただ、これであれば、うん。まあ、次のターンもう一回イーオスとか来られても、イーオスじゃない、イモデンとか来られても、全然大丈夫なはずですね。戦乙女は殴ってもいいまでありますね。っていうか、殴るか。うん。
まあ5点ゲインしておきたいですね。で、さらに群れの渡りと収穫で6点ゲインできるんで、相手は、まあ、21点削らないといけないという状況ですね。で、次のターンには、はい。次のターンには、アトラクサが、まあ、出るのが確定していると。これギリギリ耐えましたね。いや、なんかボロス招集相手は本当に、なんかどこまで対策をしてても、ドブンはね、普通に負ける可能性ありますよね。まあこれがボロス招集の強みですね。さあ、残り8まで行くんですが、まあとりあえず6点ゲインはできると。手がかりでワンドロー。うん。ということで、まあ胸のあたりも起動していきましょう。からの収穫も起動。さて。さらに土地。まあ、とりあえずアトラクサー出しますか。うん。封鎖。除去。ベーザ。収穫。チョホランド。いや、アトラクサーもらうか。うん。で、グリッサは殴っていいですね。殴って、モンド9個割りましょう。さあ、残り12からエンチャントを割っていく。で、切り崩しもあって、うん。まあ、こうなると多分、相手は相当厳しいんじゃないかな。アトラクサー除去られても、このターンに倒せなくて、はい。これ投了と、GG。いや、タフな試合だった。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。